はい、では次にですね、今度は、中指ですね。ここに垂らし込み風の紫陽花をやっていきます。じゃあまずカラーなんですが、これもですね、カラーを映えさせるためにベース、この一番最初に作った白とクリアジェルを混ぜたこのカラーをベースに引いていきます。でその上にですね、紫陽花のカラー入れていくので、そのカラーを作っていくんですが、青紫系をちょっと作っていくので、この25番、もともと濃いカラーなので、濃いカラー使っていくとき柔らかく使っていくので、ほんとちょぴっとで大丈夫です。ちょっと青紫っぽくしていきたいので、単純に紫と青を混ぜていきます。いい感じですね。ここにクリアジェル混ぜます。今この作ったカラーに対して同じ量か、もしくは若干多めぐらいで混ぜていくといいです。これくらいです。で、続いて似たような感じなんですけど、パープル、ちょっとこの白をさっき作ったやつをもらって、そこにパープル、ちょっと気持ちピンクっぽいパープルにしたいんで71番、これを足していきます。このマゼンタのようなカラー、朝食にいろいろ使っていきやすいので便利です。もうちょいくすんでる方が好きなので、白をちょっと足しつつ、くすませたい時はこういった焦げ茶85番ですね、こういったのをちょこっと入れてもらうといい感じに馴染んでくるんですよね。わかりますか？このちょっと渋くなったのが。ちょっとこのパレット上では爪の上にのせると、今ここで見るより若干明るめにつくので、ここでは意外とちょっと渋め、ちょっと暗いなぐらいでやってもらった方が、作ってもらった方が爪にのせた時がですね、いい感じになってきます。で同じようにクリアジェル混ぜていきます。作ったカラーと同じぐらいの量をクリアジェル混ぜていきます。はい、こんな感じです。じゃあ塗っていくんですけど、まずベースは白で塗っていくので、同じフラット筆で白ですね、これくらいの量取ってもらって、中指に一層塗っていきます。ここで塗っていく白は紫陽花のカラーを映えさせるためなんですが、少し注意していただきたいのが、ここの白を濃いめに塗ってしまうと、これからやっていく垂らし込みの白がですね、映えなくなってきてしまいますので、できるだけ薄めにですね、本当に下が透ける程度で大丈夫です。それくらいで塗っていってください。これくらいの薄さで大丈夫です。はい、硬化します。はい、じゃあこの今作った青紫系とパープルのこの2色のカラーをですね、tie dye柄みたいに入れていくんですけども、お花の塊みたいな感じで紫陽花ですねを、この右端とこの左下のこの端ですねのところに2箇所に紫陽花って本当にボールみたいになってると思うんですけども、そんな感じで入れていくので、これどっちでもいいんですけれども、ちょっと青紫系を私は上にしていきます。本当にtie dye柄を作る感じと同じなんですが、まずはこの角縁のところをしっかりと色を入れつつ、こんな風に入れてもらったら、パレットでしっかりこんな風に筆からカラーをね取り除いてもらって、トントントンと間を境目をトントンとやってもらうと、自然とボヤーンとなるんですけども、これくらいで大丈夫です。で続いてこれ同じような色使うので、このまま筆使ってもらって問題ないです。今度パープルですねを爪先のところに、爪先はもう何ら問題なく、もう爪先ギリギリまでカラーを持ってもらえば大丈夫なんで、そんなに気にしなくていいんですが、で同じように境目トントントンと下からカラーがですねぼやーんと見える感じにしていくので、こんな感じで大丈夫です。これで硬化していきます。はい、じゃあこんな感じで硬化が終わったら、ここから垂らし込みをやっていくんですけども、垂らし込みやっていく時この表面のところですね、軽く傷を入れてあげた方がいい感じに垂らし込みができるので、これクリアジェルで大丈夫です。のり代わりにしていくメルティーのクリアジェルを薄く上から一層塗ります。
表面に均等に細かい傷を入れることによって垂らし込みがきれいにできてくるんですが、このクリアジェルを塗る前だと橙柄を作ったところにですね段差ができているので、クリアジェルを塗ることによって段差をなくすという感じです。はい、硬化します。はい、じゃあ未硬化ジェル拭き取ってもらって、この表面をですね、こういったスポンジファイル280、220っていうのちょっと粗めの220の方でですね、表面を全体的に滑らかにしていきます。全体的に白く曇るような感覚で均等に傷を入れてあげてください。はい、こんな感じに本当にマットみたいな感じになったんですけれども、ここから垂らし込みやっていきます。垂らし込みの時私は前からこういうアクリル絵の具を使っていくんですけれども、今こういったブリーディングインクもあるので、インクとアクリルのものとやっぱりインクの方がちょっと濃いめなので、インクの方が綺麗に出るかなと思いながら、白のお花はこのアクリル絵の具を使って、葉っぱの部分はですね、せっかくなのでちょっとこのブリーディングインクで試してみたいと思います。これをパレットのところにもうちょこっとで大丈夫です。これを少しよいしょ、お水で、これ今お水含ませたんですけど、お水で少しだけ薄くしてもらうと。じゃあまず花びら早速やってみますね。じゃあこのパープルのところからこのインパクトのフラットアートブラシぐらいの筆の細さですねがいいので、これくらいでまず1つ目、小さくやってた方が可愛いと思うのでこんな感じですね。やるとこれだけだとねちょっとあれなので、必ずこうやってペーパー用意してもらうといいです。で置いてもらったら中をこんな風によいしょ、吸い取るイメージですね。筆で吸い取りながらペーパーで拭き取って、優しく上から吸い取るような感じがベストです。いい感じの濃さですね。よいしょ。私いつもこのアクリルで垂らし込みやるとき、この最後の点わかりますか？これが本当に結構くせ者なんですけれども、外に出しちゃうと私みたいになってしまうので気をつけてください。いい感じなのでこんな感じに進めていきます。でもこれ1枚の花びらをこんな風に1枚ずつやっていくと本当に時間がかかりすぎちゃうので、ただですね重なっちゃうとべちゃーんって全部なっちゃうので、ところどころですねいっぺんにやっていくといいです。こんな風に一つのお花として作っていきたいんですけれども、まだ乾いていないところのすぐ隣に作ってしまうと混じり合ってしまうので、違うお花のところを同時進行で進めていきます。で最初に置いたところから順番に吸い取って、これをもう地道にこう繰り返していきます。今作った垂らし込みを乾かしている間に違うところの垂らし込みというような感じで進めていくといいです。本当にしっかりと乾いていないと重ねていけないので気をつけてください。時々筆をですねエタノールとかで洗いつつ進めていくといいです。やっぱり筆の中に白の液が溜まってきちゃうので、これ一枚一枚が乾いてからじゃないと、乾いてからこのまた新しいものを置いていかないと本当につながっちゃうので、そこだけ気をつけてください。なのでこっちをやりつつこっちの花びらも進めてというふうに同時にやっていくといいかなと。でやっぱ重なってる感じもやっぱかっこいいので、ここはちょっと重ねてみますね。この時に下の花びらがしっかりと乾いていないと、この上の花びらと混じり合ってしまうので、この吸い取った時にですね下の線がなくなってしまうので、垂らし込みをやっていく時はしっかりと乾かしたところに重ねていくというふうにやっていただくのがポイントになってきます。いい感じになってきましたね。あとはちょっと見にくいんですけど、ここで1つの花びらで、ここでちょっと2枚こう重なってるような感じで、これを作りながらここでちょっとこうアジサイってやっぱねボールみたいに丸くなってるので、こう丸くなるようなイメージで花をですね重ねていくといいんですが、
重なっている感じが素敵なんですけれども、あまりたくさん重ねすぎてしまってもぐちゃぐちゃに見えてしまうので、 2,3 枚ぐらい重なっている感じを表現するといいです。こんな感じで入れていくんですけど、あとですね、ちょっと葉っぱも入れていきたいので、先にこっちの部分をやっていきますね。乾かしながらやっていく分、次のこのお花の位置とかをですね想像しながらやっていかないといけないので、あらかじめこんな風に作ろうという風に下書きしておくのもいいです。こんな感じです。じゃあここで葉っぱを入れていきますので、葉っぱはブリーディングインクなんで、ちょっとグリーン系のものとイエローを混ぜていきたいと思います。グリーンの方が多分色が強めなので、黄色をベースに作るといいかな。このブリーディングインクっていつもですねこのパレット上で見るとすごく薄く感じるんですけれども、手とかにつくと本当に洗っても落ちないぐらい濃いので気をつけてください。いい気がします。よいしょ。もうちょっと緑、おっと、でもいいですね。よいしょ。こんな感じで葉っぱを足していきます。アジサイの葉っぱって大きめだと思うので、ちょっと大きめになるようにですね、この辺にこんな感じと、あとはこの辺にで、これも同じように、これはやっぱブリーディングインクなのでエタノールを含ませながらなんですが、やっぱり結構色やっぱはっきり出ますね。なのでやっぱりアクリル絵の具の方が波形的にはいいかなと。エタノールでちょっとこう中を薄ませながら、でもぼんやりこう色がつくと綺麗なので、よいしょ、こんな感じでついてるだけでも素敵ですよね。あとはよいしょ、この辺に少しあるといいかな。本当にうっすらついてるといいので。インクの方が濃淡がつきやすいんですが、アクリル絵の具に比べて広がりやすいので、私もちょっと恐る恐るやっているんですけれども、あらかじめチップとかで練習をしてからやるといいと思います。もうなんか水彩絵の具みたいな感じで葉っぱは足してあげるといいかなって。これアクリル絵の具でもちろんアジサイみたいに色付けしても全然いいと思います。同じ葉っぱでも部分的に色が違うのが素敵ですよね。こんな感じですね。でもう少し白の花びら足していきます。今度はこのちょっと葉っぱにかかるようなイメージでやっていくといいかなと思うんですが、垂らし込みのお花って乾かしながらやっていく分手間があるので、最後の方がちょっといい加減になりやすくなってくるんですが、絵の具を置いてある程度の時間置かないとすぐに吸い取ってしまうと、本当に枠が全くなくこんな感じになってしまうので気をつけてください。これ吸い取るのが早すぎると薄くなっちゃうし、今度遅すぎると濃すぎちゃうので、ちょっとこの吸い取る時間ですね、やっぱその時の気温とかにもよるんですけれども、調整してもらうと。私の感覚だと1つの絵の具を置いたら、その他にですね2箇所ぐらい置いていただく間にその1つのやつが乾いてくるので、それくらいの感覚でですねやっていただくといいです。こんな感じでいいと思います。そしたらここにこのアジサイのこの真ん中のところに少しアクセントつけていきたいので、キラキラ入れていきますね。でこれガラスネイルの時にも私使ってお気に入りなんですけども、このジェルと混ぜると糊みたいな感じのべっとりした感じになるんですけれども、輝きがすごいいいです。よいしょ、クリアジェルと混ぜて、これちょこっとで大丈夫ですよ。こんな風に、これ金箔パウダーって言うんですけども、本当になんていうの、金箔がジェル状になったというか、
本当に輝きがいいんです。よいしょ。じゃあこれをお花の中心に置いてきますね。このグリッターを置くことによってお花になっていきますので、しっかりとですねお花の中心に入れていくんですけれども、この金箔パウダーすっごくキラキラしてて素敵なんですけれども、今回こんな風に使ってみてちょっと感じたのが、輝きはすっごく綺麗なんですけれども、ただワンポイントでちょんちょんちょんという風に置いていこうと思うとなかなか置きにくいです。細かいグリッターと違ってべっとりっていう感じなので、本当に少しちょんって置きたいなと思っても意外とべっとりな感じで置いてしまったりとか、減らそうかなと思ってもこんな風に広がってしまったりと、ちょっと扱いにくかったんですけれども、でもやっぱり輝きはすごく良かったです。通常のグリッターでも問題ないです。こんな感じでキラキラしていいですよね。はい、乾かしていきます。はい、じゃあこんな感じで出来上がったのでトップジェルコーティングしていきます。これトップジェルコーティングする時もしっかり下がですね、乾いてるんですけども、本当にベタベタの状態だとせっかく作ったこの刷毛の部分がですね崩れちゃうので、しっかり乾いてからトップジェルコーティングしてあげてください。でしっかり光のラインもですねきれいに通してあげてください。垂らし込みアートはジェルをコーティングするとツヤが出て、またよりですねすごくいい感じに出来上がってきますね。はい、効果が終わったら美効果ジェル拭き取ってもらって形をですね整えていきます。はい、形を整え終わったらこれでですね今流行りのミラーアクセサリーとか入れても素敵だと思うんですけれども、今回はこれでですねしていくので、最後色ジェルのグロッシートップジェルでさっとコーティングします。このグロッシートップジェルでコーティングをするとさらにツヤが出てすごく綺麗になってくるんですが、垂らし込みを作っている時はベースがですねマットみたいな感じになっているので、ちょっと薄くですね汚れがついてしまったところとか失敗したところが目立ちやすくなるので気をつけてください。はい、こんな感じです。ベースに柔らかい白を引いて橙柄で色付けをして、あとは垂らし込みをやっただけの簡単なものなんですけれども、やっぱり垂らし込みのこの刷毛の部分が、ね、さっきご紹介してたように時間差このいらない部分をですねすくっていく時のこの速さとかそういったものによってもこの刷毛具合が変わってくるので、直でですねやるよりは最初ちょっとチップとかで練習しながら刷毛の感じを見てもらってやっていくといいかなと思います。垂らし込みの感じでやっぱり仕上がりが変わってきますので、垂らし込みを十分ですね練習していただいた後にこういったアジサイのお花とかをチャレンジしていただくといいです。最初はちょっとこれは細かいアジサイのお花になるので、大きいお花とかで垂らし込みの練習をしていただいてから細かいお花という風にやっていただいた方がですね間違いなくやっていけると思います。ぜひ一度やってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。以前にもお話ししたことがあるんですが、我が家のちび息子最近よくつかまり立ちをして歩くようになったので、ちょっと前から転倒防止のぬいぐるみを背負わせていたんですが、我が家のちび息子旦那に似たせいかものすごく暑がりで汗っかきみたいで、このぬいぐるみ頭の後ろにあると暑いみたいでものすごく汗をかくんです。そしてこの転倒防止のクッションって真後ろにボンって倒れた時はもちろん当然後ろを守ってくれるんですけれども、真横に倒れた時とかって横は関係なくやっぱりボンってぶつけちゃうんですよね。なのでやっぱり頭全体を守ってくれて、そして夏バージョンをと思ってネットで探してみたんですが、いいのがありました。ヘルメットみたいになっているクッションなんですが、普通子供ってこういったものをかぶせたりすると嫌がったりするのが普通かなと思っていたんですけれども、ちび息子はなぜだか嫌がらないんです。普通にかぶってくれて頭を守ってもらえているので、
なかなかいいお買い物ができました。そして一応ですね、部屋バージョンと外バージョン、しっかり歩くようになるまでは危ないですもんね。そしてまたまた我が家のおてんばした娘、先日の家事をある程度済ませて、よしパソコンに向かおうと思ってパソコンに座ろうとしたら、私のパソコンデスクの椅子の下に誰かの家ができていたんです。もう本当におてんばした娘はなぜここにリカちゃん人形の家具をしっかりこの椅子のこの四角の枠に当てはめてというか、いつの間にこんなことをしたのかわからないんですが、本当にいろいろ思いつくおてんばした娘なんです。まあ我が家にはリカちゃん人形の部屋を作ってあげれるスペースはないので仕方ないんですけどね。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。